か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。さて3月は皆さんからいただいたリクエスト曲を歌ってお届けします。第1週目は春水素さんからいただいたリクエスト曲、トイフィーとキム・ヒョンジュンさんのチョンサランいい人という曲をカバーします。私もこの曲は大好きで、去年8月にユーヒヨル先生をテーマにした月のカバー曲の候補だったんですね。キム・ヒョンジュンさんはクレンナバーそうだったみたいという曲をカバーしてお届けしたんですけど、実はこのチョンサランいい人と迷っていたんですね。でね、こっちのいい人っていう曲の方が難しいんですよ。音域が広くてまず歌うのが大変なのと、特にね発音が難しいんですね。日本人には難しい単語がいっぱい出てくるので、去年はちょっと実力的に無理だなと思ってクレンナバーそうだったみたいの方にしたんですけれども、いつかカバーしたいと思っていた曲なので、今回リクエストをいただけて嬉しいです。この曲は2001年のトイの第5週アルバムフェルマータのタイトルトラックで、トイの代表曲の一曲ですよね。22年前になるんですかね。これがねすごくいいアルバムなんですよ。一曲ごとの曲のクオリティももちろん高いんですけれども、アルバム全体の構成が素晴らしいんですね。この時代のアルバムってアルバム全体にストーリー性があって、そこにアーティストのメッセージが詰め込まれてたんですよね。で、少しでもそれを受け取ろうと最初から順番に流して音楽をしっかり聴いていたという時代でございました。私が子供の頃はまだウォークマンとかもあまり一般的ではなくて、大きな CD デッキにですねヘッドホンを挿して、で床に座って歌詞カードを眺めながら、そうやって自分だけの世界に浸って音楽をよく聴いていて、その時間がねすごく幸せだったんですね。そこが自分の音楽の原体験だったりします。一曲ごとに重みがあって一生懸命音楽を聴いていたような時代でした。2000年前後のアルバムを聴くとね、当時のことを思い出しますね。最近はアプリで音楽を聴くのが一般的なので、アルバムという形の聴き方自体が少なくなっていて、私はちょっとそれが寂しいんですよね。別に音楽は自由に聴いてもらったらいいと思いますし、実際音楽アプリが便利なのは間違いないですよね。私自身は CD の時代に10代を過ごして、今はアプリで便利に音楽が聴けて、どちらも経験できる時代に生まれて幸せだったなと思っています。私より10歳ぐらい若い子はもう音楽を聴くようになった年齢の時にすでにダウンロードが主流で CD を買ったことがないっていう子も結構いるそうなんですよ。そして話を戻しまして、トイの第5週アルバムフェルマータは客員ボーカルもとても豪華なんですね。キム・ヨヌさん、ユンサンさん、ソン・シギョンさん、イ・ジョクさん、イ・スンファンさんなどですね、そうそうたるメンバーが参加されております。今回はキム・ヒョンジュンさんの歌うチョンサランいい人の方をカバーしたんですけれども、アルバムの最後の方にチョンサランサッドストーリーというタイトルでイ・スンファンさんが歌っているバージョンも収録されています。こちらはテンポを落としてちょっとバラード風に歌っていらっしゃって、高音のビブラートの部分がねまさにイ・スンファン先生の歌唱という感じで、こちらも大変素晴らしいのでぜひ聴いてみてください。いつもはここで歌手の紹介を入れるんですけれども、キム・ヒョンジュンさんは去年の8月に紹介していますので、今回は早速なんですが歌詞紹介に入っていきます。歌詞の内容は片思いの切なさを歌った曲です。いい人止まりで彼氏になれない男性の気持ちが表現されていて、彼女の何気ない行動にぐさぐさと傷つきながらも、君が笑うなら僕もそれでいいんだよっていう内容なんですよ。もうなんか胸が痛い歌詞ですね。曲調は明るいんですけれども、歌詞がすごく切なくて、私は歌いながら曲の中のねいい人があまりにかわいそうで泣けてきてしまって練習を中断したという日がありました。トイの曲の主人公って皆さん基本的にいい人で恋に不器用な方が多いんですよね。
ユヒヨル先生自身が自分もそういう人だからこういう歌詞が多くなるんだって語っていたこともあったそうで、ご自身を投影しているのかもしれないですね。では順番に歌詞を紹介していきます。今日はまず1番の A メロとサビの部分の歌詞を紹介しますね。오늘은 무슨 일인 거니? 今日はどうしたの? 울었던 얼굴 같은 걸. 泣いていたような顔だけど. 그가 너의 마음을 아프게 했니? 彼が君の心を傷つけたの? 나에겐 세상 제일 소중한 너인데. 僕には世界で一番大切な君なのに. 자판기 커피를 내밀어. 自販機のコーヒーを差し出して、그 속에 감춰온 내 맘을 담아. その中に隠してきた僕の心を込めて。고마워, 오빤 너무 좋은 사람이야. ありがとう、オッパはとてもいい人だね。그 한마디에 난 웃을 뿐. その一言に僕は笑うだけ。というね、これ A メロが2回しある構成になってるんですけど、非常に切ないですよね。でもストーリー性がはっきりしていて、情景が目に浮かぶいい歌詞だと思います。そしてサビの部分の歌詞ですね。네가 웃으면 나도 좋아. 君が笑ったら僕も嬉しい。넌 장난이라 해도. 君はふざけていたとしても。というところから始まるんですけど、このチャンナンっていうのがいたずらとか冗談とかそういった意味なんですけれども、発音が難しいんですよ。チャンで鼻を鳴らした後にナンを言わないといけないということで、この曲でね何度か出てくる単語ですごい練習しました。で続きの歌詞いきますね。널 기다렸던 날. 君を待っていた日。널 보고 싶던 밤. 君に会いたかった夜。내겐 벅장 행복 가득한데. 僕には溢れる幸せでいっぱいで。나는 혼자여도 괜찮아. 僕は一人でも大丈夫。널 볼 수만 있다면. 君に会えさえすれば。늘 너의 뒤에서. いつも君の後ろで。늘 너를 바라보는. いつも君を眺める。그게 내가 가진 몫인 것만 같다. それが僕に与えられた役割みたいだ。というね、悲しい役割ですよね。いやでも、こうやって自分をひたすらに思ってくれる人と一緒になるのが私はいいと思いますよ。やっぱり優しさは正義ですからね。優しい人にたくさん愛される人生が幸せだと思うので、ぜひこの曲の女性はねそれに気づいてほしいんですよ。自分を泣かせるような彼氏じゃなくて、ずっと後ろで守ってくれてるこのいい人に気づいてみたいな、そちらを選びなさいってアドバイスしたくなっちゃうんですよね。このガチさのおせっかいでございます。で今日は2番の A メロの部分もちょっと紹介したいんですね。친구들 지겹다 말하지. 友達は飽きたという。늘 같은 노래를 부르는 나에게. いつも同じ歌を歌う僕に。하지만 그게 바로 내 마음인 걸. だけどこれがまさに僕の気持ちなんだ。그댄 먼 것만 보네요. 君は遠いところばかり見ているね。という歌詞なんですね。でこの좋은 사람という曲はアルバムの3曲目に入っているんですけれども、直前の曲が그댄 먼 것만 보네요. 君は遠いところばかり見てるねというタイトルの曲なんですね。でこちらの曲はインストゥルメンタルなんですよ。歌詞がない曲なんですが、歌詞カードに詩が載っているんですね。でこの詩の前半部分をちょっと紹介します。세 사람, 3人, 어느 날 가슴에 박히는 유행가 가사. ある日胸に刺さる流行りの歌の歌詞。마주보곤 있지만, 向かい合ってはいるけれど, 너의 시선은 내가 아닌. 君の視線は僕ではない。つまり彼を見てるっていうことなんですけれども、ここでの세 사람、3人というワードが伏線になっているのでちょっと覚えておいてください。あとこれは想像なんですけれども、歌詞の中のいつも同じ歌を歌うというののその歌は何なのか
っていう話でですね、クデンモンゴンマンボネヨという歌詞から始まる有名な曲があります。イルギエボ天気予報というバンドの人形の夢という曲なんですけれども、この曲の内容が一歩後ろに僕がいつもいるのに君は気づいてくれないっていう、まさに片思いを歌った内容なんですよね。で、人形の夢の発表が1996年ということで、チョンサラムが2001年ですから、歌詞の中のこの歌は人形の夢なんじゃないかっていうのをね、韓国語の先生と話して盛り上がっていたことがありました。では曲を聴いてみてください。トイフィーとキム・ヒョンジュンさんのチョンサラムいい人という曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。曲調自体はとても可愛いメロディーなんですけれども、歌詞がね悲しいですよね。で、2番はねさらに悲惨なので、ぜひ歌詞を見ながら聴いてみてください。今回のカラオケ音源はピアノとカホンの音で作っています。最後は転調もあって、全体の音域も2オクターブ超えということで難しい曲でございました。この曲の発表から13年後の2014年にトイの第7週アルバムダカーポが発表されるんですが、そのタイトルトラックがセイサラン3人という曲なんですね。13年越しに歌詞カードの伏線が回収されました。この3人という曲はいい人のその後を描いた曲で、ソン・シギョンさんがボーカルを担当されています。これもとてもいい曲なのでぜひ聴いてみていただきたいんですが、ミュージックビデオの中でその後の3人の関係がどうなったかが描かれています。ご自身で結末を知りたい方は一旦ここでラジオをストップしていただいて、まずミュージックビデオを見てみてください。こちら概要欄にね貼っておきます。で、いいですか？結末を申し上げますと、ミュージックビデオでは結局いい人の時に付き合ってた彼氏の方、つまり泣かせた方の彼との結婚式のシーンが描かれているんですよ。もう私はこれを見た時にそっちじゃないってなりました。結局泣かせた彼の方行ったんかいっていうね、もう13年越しでもいい人止まりだったっていう結末なんですよ。で、しかもその結婚式でなぜか友人代表なのかピアノまで演奏してるというね、なかなかにえぐい切なさのミュージックビデオになっております。そしてなんとこのミュージックビデオで選ばれなかった方のいい人を演じているのがユ・ヨンソクさんなんですよ。で、ユ・ヨンソクさんといえばドラマ応答せよ1994のチルボンの役として切ない片思いの様子を演じていらっしゃったので、こちらもかなりハマり役なんですね。応答せよを見ていた方は多分このミュージックビデオを見てチルボーンってなると思いますので、ぜひご覧になってみてください。そんなわけでね、語りたいことがたくさんあってちょっと長くなってしまいましたが、ハルシストさんいい曲をリクエストしていただいてありがとうございました。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。 YouTube のコメント欄でも受け付けています。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。 OK。